J-Wave Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京建物 Music of the Spheres 中には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今回が2025年ラストの放送となります。そんな今年の締めくくりにふさわしいゲストをお迎えいたしました。ピアニストの小曽根誠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやなんかこんな光栄です。いやもうこちらこそもうお忙しいのに。ニューヨークを拠点に言ってるけどニューヨークにいないじゃないですか。忙しすぎて世界中走り回って。半分嘘なんですけど。ひどい。台本に書いてあるからまあ言わなきゃいけないっていう。そうだよね。だってもう飛行機乗ってる時間とコンサートでやってる時間。本当ニューヨーク3割ぐらいしかいないですかね。ねえ。でも本当にでもニューヨークに最近そうなんです。僕も引っ越したというか半分ニューヨークに、僕も人のこと言えないんですけど、2人でなんかねどっかの空ですれ違ってる感がすごくありますよね。そうですね。追いかけっこね。でも8月もね、そうそう来てもらって、バードランドのニューヨークのジャズクラブでライブ見に行かせてもらって、ありがとうございます。めちゃくちゃかっこよかったです。楽しかったですね。今あんなトリオってあんまりないですよ。昔のジャズのスタンダードもスタイルでそうですね。オスカー・ピーターソンのトリビュート100周年記念ですね。そんな、僕がピアノを弾き始めたきっかけがオスカー・ピーターソンだったから、まさかその人の100周年トリビュートをニューヨークのジャズクラブでできるなんていうのはやっぱり自分にしてはね、50年前の自分に戻ってタイムマシーンがあったらそこに戻ってお前なって、50年後なニューヨークでやるんだぞって、その12歳の小曽根誠にちょっと言ってやりたい気がしますよね。いやこれは感動的ですね。いやいや本当にね、だからありがたい。僕も50年後に小曽根誠トリビュートを、いやどうする、俺その子まだ生きてたら、まだ生きてたら115歳50年後だったら115歳なんかいそうな気がして怖いですよね。いやもういつまでもお元気そうです。いやありがとうございます。死ぬ直前までピアノ弾いて死ぬとかじゃ止まったまま心臓止まって最後って住野君が来て、それは最後は小指じゃなくて薬指の方が綺麗だったなっていうそういうフェルマータですね。はい。でもリタルダントないと思うよ僕の場合は。もうリタルダントもうそこまで行ってバンとフェルマータで。かっこいいですね。お疲れ様でした。なんて話をしてるんだという感じですけどもね。もう小曽根さんは本当に僕が昔からお世話になってる大先輩。いやいやもう本当にありがとうございます。2021年でしたっけね、僕が勝手にね小曽根さんのこととか僕の YouTube 配信で語ってたら、それをなんか見られているという、なんかそんなところからね。そうですね、あれはねなんかねあの頃のツイッターで、なんかカティンラボですよね。で今日は小曽根誠なんか特集じゃないけど、なんか小曽根誠を研究するじゃなくて、なんかそのコロナ禍で毎日生配信をされていて、でそれも僕聞いていて、なんて綺麗なハーモニーをこれどうなってるんだみたいなことを、一緒に配信でなんかそれを話しながらあれもないこれもないみたいなことをやりたいなと思ってやってたら、まさかその結構クローズな配信だったんで、あれもそう僕だからちゃんと会員になってちゃんとお金払って会員になって見に行ったんですよ。これお金払わなきゃ見れないと思って、でも絶対見たかったから、いやでもすごい感動したんですよ。なんか僕がすごく大事にしてることを、取り上げて、ここなんだよねっていう、ここがいいんだよっていうところが、俺もこっちで、そうって言いながら聞いてたのをそうですよね。いやもう恥ずかしいってあらしないんですけど、そんなことないそんなことない。でもそんなところからなんか僕がラプソディーンブルーを初めてオーケストラと弾くみたいなところも見に来てくださったんですよね。行きました、それこそもう中学の頃から小曽根さんのラプソディーンブルーを聞いて育ってきたというか、いつかこんなものがオーケストラと弾いてみたいぐらいの感じだったので。本当に？はい本当に。でもね、もうクラシックはずっとやってたから、僕なんかだから隼人君の若い頃の映像とか YouTube とかで見ても、どうやったらこんなにピアノが弾けるようになるんだろうっていうのをまず思ってたしもちろん練習してるけど、あとはその一個一個のその表現とかその待ち合わせっていうのはすごく
感じてたし、で、その人がまたジャズをやるって言ったら、おっと、俺も頑張らないとっていうのがやっぱり。いや、もう僕はもう好きなだけですからね。それで、即興のマインドとかも、おそねさんからたくさんいろいろ学びましたし。本当？で、ブルーノートもね、やった時に。ビッグバンドの時にね、はい。いきなり何にも言わないで、俺、あれ、ラフィスタかなんかやったんでしたっけ？そう、チッコリアの曲やってた時にね、隼人君。で、僕がもう本当に観客として見に行って楽しんでたら、急に小曽根さんが客席に降りてきて、僕の方に向かってくるんですよ。なんだろう、クックックってこう指でこう。おいで、カモン、カモンって言って。あれは怖かったな。本当？でも、いや、全然もうでも楽しんで、うちのバンドのメンバーもすごいびっくりした。めっちゃ楽しかったです。ねえ。いや、またぜひちょっと。またね。あと、ガーシュウィンのコンチェルト・イン・F を読み教とやるときに、僕が、そうそうそう。風邪ひいちゃって。そうでしたね。急遽当日、はい。小曽根さんが、代役で出てくださるっていう、もう一生頭が長くなる。いや、そんなことはないけど、いや、でもあの時も僕静岡にいたんですよ。はい、静岡にいて、うちのマネージャーから電話あって、隼人君が風邪ひいて、今日弾けなくなったって言って、いや、でも僕でよければ、とは言うけども、多分リハーサル時間に静岡にいたから間に合わないから、はい、ぶっつけ本番でよければって言って、もうぶっつけ本番でリハなしで本番やったんですよ。太田源ちゃんが。はいはいはい。ね、棒振ってらっしゃったけどね。もう本当に、その説は。いやいや、とんでもない、そんな、まあ、そんな感じで本当にいろいろ、お付き合いというか、つながりがある。いや、でも今、本当に、休む暇ない大活躍で、すごいですよね。本当素晴らしい。走り続けてます。体大丈夫？皆さん、僕ね、それをね、この間ね、矢野さんとも話してたの。それを。はい。大丈夫かな？若いから元気だろうけど、なんか、俺たちの年になると、あんな走り回ってると心配だよねって言って、健康に気をつけるようになりました。1年前から。だから今年30ですけど、29ぐらいまでは、もう何やっても大丈夫だろうぐらいに思ってたんですけど、やっぱり、なんかこう走り続けるためには、体を壊しちゃいけないと思って。そうね。やっぱ時差ボケがあると、なんかこう体が、なんか思い通りに、こう、いかない瞬間とかがあるじゃないですか。だからもう筋トレをして、素晴らしい。もう朝ごはんちゃんと食べて、で、栄養バランスのいいものを食べて、で、夜はちゃんと寝てっていうのを最近は特に心がけるようになってきましたね。時差ボケはね、きついですよね、やっぱりね。きついですね。でもほら、弾いてる時ってアドレナリンが出てるから、意外とほら、リハやってて音楽やってる時って眠くなったりしんどくなったりしないんじゃないですか。コンサートの時は大丈夫ですね。リハの時は？リハの時とか、リハとコンサートの間で、これから気持ちを作っていきたい時とか。で、ぐーっと眠くなったり。眠くなるっていうか、なんかこう、なんだろうな。あんまこう、体がふわふわしてる感じ。そうか。で、僕なんかもやっぱりその演奏してる時はリハでも何でもこう楽しいからできちゃうんだけど、そうすると、その間にこう積み重なってる疲れっていうのがきっとあるんだろうなって。だから、今はね、本当にもうこの年齢になったから、もっともっと気をつけるようにはしてるんですけど。どうしてますか？実際今ね、動画多い時とか。もうね、眠れる時に寝るようにしてる。だから眠くなったらもうところ構わず寝る。道路の真ん中ではさすがに寝ないですけど。だけど、やっぱりなんかね、ミーティングとかでも、もし、本当に眠くなったらごめんなさい、ちょっと時間ずらしてもらっていいですかとかって言ってずらしてもらうこともあったりとか、逆にそこに行ってなんか居眠りする方が失礼な気がするから、15分だけくださいって言って、15分だけこう座ったまま目つぶって寝ると復活したりとか、だけど、それでない時はもう眠くなったら寝るし、眠くない時は起きてる、逆に。なんか、無理に寝ようとしなかったりとか。そうなんですね。それは、逆やしたら僕は、だからいろんなやり方があるんだろうけど、もう目覚めちゃったらもうじゃあ作曲するかとか、なんかその時間をなんかあんまりランランと目がこう冴えてる時に無理くり寝ようとすると逆に体が嫌だってなんか言ってるような、確かに、するので、僕はその時に
まあ、ただね、次の日また早く起きてなんかしなきゃいけないって言ったら寝なきゃいけない。そうなんですよ。そこが難しいところ。難しいところでね。不安になってきちゃうというか。寝なきゃいけないのに。そう。焦るよね、寝れない時にね。そうなんですよね。そうですね。はい。それではここで一曲お送りしましょう。小曽根誠トリンフィニティ名義で来年1月21日にリリースされるアルバム For Someone から聴かせてください。小曽根さん、曲紹介をお願いします。はい。では、Friends お聴きください。お送りしたのは小曽根誠トリンフィニティ Friends でした。はい。いや、とても素敵な曲で。ありがとうございます。僕ね、カーネギーホールのコンサート行きたかったんですよ。11月。そうですよ。もう私は、あれはヨーロッパにいたのかな、あの時は。まだ僕トーフィルさんとヨーロッパツアーをやってて。されてましたよね。そうなんですよ。もうちょっと近かったら。で、アッコさん言ったでしょ、矢野さん。矢野さん来てくれました。ちゃんと報告来てましたからね。本当ですか。素晴らしかったですよ、って言って。ね、あれは本当にやれてよかったですね。ね、いや、素晴らしい。もう、だって、もう、ずいぶん前からソールドアウトだったでしょ。僕はニューヨークの街でカーネギーホールの前たまたま歩いた時に、住野くんのポスターがあって、ハヤトくんのポスターがもうソールドアウトバーンと書いてあったから。本当ですか。すげえと思って、やっぱこれはすごいって。いやー、本当にもう信じられないですね、僕も。いや、もうこれからいっぱいありますよ。もうこんなに早くできるとは思ってなかった。いや、でもやっぱり音楽がいいと、早いですねと思いますね。特に海外は、なんかそこに対してものすごく皆さんすごくシビアに貪欲な、リスナーの方がすごく多いと思うし、でやっぱり確かにシビアに貪欲なというのはとても向こうねあるでしょ。その通りです。だから本当に良くないってわけじゃないけど、ピンとこなかったらやっぱり反応もしっかりそれが出てくるから、ある意味怖いですけど、だけどそうやって僕らはこう磨かれていくっていうかね。小曽根さんも最初カーネギーホールでデビューされたところから、キャリアが始まってらっしゃるんですよね。1983年。83年だからですね。40年前。そう。あれはでもね、JVC ジャズフェスティバルってジャズフェスティバルの一環だったんですよね。僕のリサイタルではなくて、そうそう、カーネギーホールを使ってやってた中で、あと僕ともう亡くなっちゃったんですけど、ミシェル・ペトルチアーニっていう、彼がもうフランス人の、どっちのもソロでデビュー、あそこがデビューだったんですけど、もう、そういう意味ではね、うちの親も来ましたからね、やっぱりね。いや、僕の親も来ましたね。ね、そりゃそうですよね。なんかその時のドキュメンタリーをいつか見た気がして。もういや、そうですか。なんかね。なんかよく覚えてるのが、間違ってるかもしれないけど、当日の朝になんか小曽根さんの部屋かなんかで、なんか今日何を弾こうかみたいなセットリストをメモで書いてるシーンがあってうわ、ジャズの人はカーネギーでデビューする時も当日の朝に順番を決めるのがすごいなとか、クラシック側の人間からしたら、いや本当にね、歩く行き当たりばったりみたいなやつですよね。本当にね、衝撃を受けた記憶があります確かにかっけーと思って。いやでも僕それでそれこそ本当にクラシックの世界に入ったっていうか、おっちょこちょいでね、札幌交響楽団からオファーを受けて、演目を聴かないでね、イエスって言っちゃって、後で聞いてモーツァルトって大変な目にあったけど、まあそれは続いてますね、今だに。いやもう本当すごいことですよ。まあそのなんかジャズとクラシックのこう架け橋みたいな話も来週またしたいと思いますが、そろそろ今週お時間となってしまいましたので、ぜひ小曽根さんからお知らせがあったらお願いします。はい。私、小曽根誠のトリオ、トリンフィニティとかね、造語なんですけど、トリオとインフィニティがくっついたトリンフィニティ。For Someone っていう新しいアルバムが、1月の21日にリリースになります。はい。そしてレリースライブですね。3月の4日と5日、ブルーノート東京で、9日は大阪のビルボード、ライブになりますけども、今回はね、ちょっと今までと全然違った内容の音楽になったので、またゆっくりそのお話もさせていただきたいと思います。その話も再来週。
詳しく。来週も再来週もいいんですか、来て。もういくらでも来てください。本当ですか？僕2、3ヶ月空いてますんで。空いてないか。絶対空いてないけど。はい。よろしくお願いします。来週も年明け一発目の放送ですね。小曽根誠さんにご登場いただきます。そして電子ピアノ2台でセッションなんかもね、できたらと思ってますので、楽しみにしていてください。次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。角野隼人がお届けしてきました東京建物ミュージックオブザスフィアス。最後にお知らせです。1月21日にニューアルバムショパンオービットをリリースします。全国ツアー2026ショパンオービットも1月30日からスタートします。詳しくはオフィシャルサイトをチェックしていただけたらと思います。東京建物ミュージックオブザスフィアスではオリジナルロゴ入りノートを毎週5名の方にプレゼントします。アクロスザスカイのウェブサイト右上バナーのメッセージトゥスタジオからノート希望と書いてご応募ください。それでは引き続き小川沙羅さんナビゲートの J-Wave アクロスザスカイでお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは角野隼人でした。良いお年を。